長が全世界に向かって平和宣言を行います。この宣言文は国連加盟の各国元首をはじめ全国の地方公共団体などへ送るとともにインターネットを通じ全世界に発信します。長崎平和宣言。68年前の今日、この町の上空にアメリカの爆撃機が1発の原子爆弾を投下しました。熱線、爆風、放射線の威力は凄まじく、直後から起こった火災は一昼夜続きました。人々が暮らしていた町は一瞬で廃墟となり、24万人の市民のうち15万人が傷つき、そのうち7万4千人の方々が命を奪われました。生き残った被爆者は68年経った今もなお、放射線による白血病やがん発病への不安、そして深い心の傷を抱え続けています。このむごい兵器を作ったのは人間です。広島と長崎で2度までも使ったのも人間です。核実験を繰り返し地球を汚染し続けているのも人間です。人間はこれまで数々の過ちを犯してきました。だからこそ忘れてはならない過去の誓いを、立ち返るべき原点を折に触れ確かめなければなりません。日本政府に被爆国としての原点に変えることを求めます。今年4月、ジュネーブで開催された核不拡散条約 NPT 再検討会議準備委員会で提出された核兵器の非人道性を訴える共同声明に80カ国が賛同しました。南アフリカなどの提案国は我が国にも賛同の署名を求めました。しかし日本政府は署名せず、世界の期待を裏切りました。人類はいかなる状況においても核兵器を使うべきではないという文言が受け入れられないとすれば、核兵器の使用を状況によっては認めるという姿勢を日本政府は示したことになります。これは二度と世界の誰にも被爆の経験をさせないという被爆国としての原点に反します。インドとの原子力協定交渉の再開についても同じです。NPT に加盟せず核保有したインドへの原子力協力は、核兵器保有国をこれ以上増やさないためのルールを定めた NPT を形骸化することになります。NPT を脱退して核保有を目指す北朝鮮などの動きを正当化する口実を与え、朝鮮半島の非核化の妨げにもなります。日本政府には被爆国としての原点に変えることを求めます。非核三原則の法制化への取り組み、北東アジア非核兵器地帯検討の呼びかけなど、被爆国としてのリーダーシップを具体的な行動に移すことを求めます。核兵器保有国には NPT の中で核軍縮への誠実な努力義務が課されています。これは世界に対する約束です。2009年4月、アメリカのオバマ大統領はプラハで核兵器のない世界を目指す決意を示しました。今年6月にはベルリンで、核兵器が存在する限り私たちは真に安全ではないと述べ、さらなる核軍縮に取り組むことを明らかにしました。被爆地はオバマ大統領の姿勢を支持します。しかし世界には
今も1万7000発以上の核弾頭が存在し、その 90% 以上がアメリカとロシアのものです。オバマ大統領、プーチン大統領、もっと早く、もっと大胆に核弾頭の削減に取り組んでください。核兵器のない世界を遠い夢とするのではなく、人間が早急に解決すべき課題として核兵器の廃絶に取り組み、世界との約束を果たすべきです。核兵器のない世界の実現を国のリーダーだけに任せるのではなく、市民社会を構成する私たち一人一人にもできることがあります。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにするという日本国憲法前文には、平和を希求するという日本国民の固い決意が込められています。かつて戦争が多くの人の命を奪い、心と体を深く傷つけた事実を、戦争がもたらした数々のむごい光景を決して忘れない、決して繰り返さないという平和希求の原点を忘れないためには、戦争体験、被爆体験を語り継ぐことが不可欠です。若い世代の皆さん、被爆者の声を聞いたことがありますか？ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモアウォー、ノーモア被爆者と叫ぶ声を。あなた方は被爆者の声を直接聞くことができる最後の世代です。68年前、原子雲の下で何があったのか。なぜ被爆者は未来のために身を削りながら核兵器廃絶を訴え続けるのか。被爆者の声に耳を傾けてみてください。そしてあなたが住む世界、あなたの子供たちが生きる未来に核兵器が存在していいのか考えてみてください。互いに話し合ってみてください。あなたたちこそが未来なのです。地域の市民としてできることもあります。我が国では自治体の 90% 近くが非核宣言をしています。非核宣言は核兵器の犠牲者になることを拒み、平和を求める市民の決意を示すものです。宣言をした自治体で作る日本非核宣言自治体協議会は今月設立30周年を迎えました。皆さんが宣言を行動に移そうとするときは、協議会も被爆地も仲間として力をお貸しします。長崎では今年11月、第5回核兵器廃絶地球市民集会長崎を開催します。市民の力で核兵器廃絶を被爆地から世界へ発信します。東京電力福島第一原子力発電所の事故は未だ収束せず、放射能の被害は拡大しています。多くの方々が平穏な日々を突然奪われた上、将来の見通しが立たない暮らしを強いられています。長崎は福島の一日も早い復興を願い、応援していきます。先月、核兵器廃絶を訴え、被爆者援護の充実に力を尽くしてきた山口千二さんが亡くなられました。被爆者はいよいよ少なくなり、平均年齢は78歳を超えました。高齢化する被爆者の援護の充実を改めて求めます。原子爆弾により亡くなられた方々に心から哀悼の意を捧げ、広島市と協力して核兵器のない世界の実現に努力し続けることをここに宣言します。2013年、平成25年8月9日、長崎市長、田部富さん。